皆さん、こんにちは。トークスアット Google にようこそ。私は本日のモデレーターを務めます Google パートナープレックスの山崎忍と申します。今日はとても素敵なゲストを2名お迎えしています。個人的にも直接お会いしたかったのですが、今回はリモートでご参加をいただいております。歌舞伎俳優の松本幸四郎さんとメイクアップアーティストの鷲津由香さんです。お二人を迎えて、日本の伝統的な舞台芸術である歌舞伎の真髄についてお話を伺うとともに、現代のメイクアップと歌舞伎の化粧が出会い、どのような融合を見せていくかについてお話をいただきます。本日、ライブ配信をご覧の方々は、ぜひこのセッション中に YouTube のライブチャットの欄からご質問やコメントをお寄せください。できれば日本語だと嬉しいです。最後に質疑応答の時間を取っておりますので、そちらで時間の許す限りお二人から回答いただく予定です。このお二人がどういったきっかけでご一緒にプロジェクトを始めたかは改めてお伺いしたいと思いますが、今から出します画像、こちらに関しては昨年12月に東京渋谷で展示会が行われた時のものです。それぞれの世界でプロフェッショナルとして活躍している幸四郎さんと由香さんがメイクの新しい表現に挑戦しました。そちらが写真展化粧です。こちら今1枚目の画像をご覧いただいております。はい、2枚目も出せますでしょうか。はい、こちらが写真展の様子でございます。それでは早速この後お二人より自己紹介をしていただきます。まずは松本幸四郎さん、お願いいたします。松本幸四郎です。私は歌舞伎俳優で、歌舞伎は400年以上の歴史がありまして、私の家自体は曽祖父が九代目團十郎という九代目市川團十郎という人に見込まれて歌舞伎の世界に入ったのが始まりで、曽祖父、祖父、父、私でせがれもう歌舞伎、俳優の道を進んでおりますので、5代、歌舞伎の家になっております。歌舞伎自身は伝統芸能と言いますけれども、お能や狂言、というものもありますが、それとは精神といいますかね、それは真逆の伝統芸能なんです。っていうのは、庶民の方々の流行りのなんて言いますか、流行源と言いますか、またその時代を反映したものを題材として上演しております。ですので、もちろん洗練された表現方法、所作というものはありますが、その時代時代に受け入れられるものとして進化して、この400年以上の歴史があります。ですので、日本が生んだ伝統芸能、昔の人はこういうものを作りましたということではなく、それはとても敬うという精神は歌舞伎役者には歌舞伎俳優にはありますけれども、驚いていただく、また楽しんでいただく、興奮していただくっていうものを追求して、この歴史があります。またいろんなものを取り入れて、いろんな時代に発明されたもの、また流行ったものと、またその時の世相というものを反映された題材がありますので、歌舞伎の時代時代の上演された演目を見ることで、その時の日本というものがどういう世界だったのか、どういう考えだったのかということも分かるような、いわゆる日本を日本時代時代のその鏡といいますかね、そういうような世界でもあります。で、現在もあらゆる新作歌舞伎も誕生しておりますし、また、洗練された芸をお見せする、とても歴史というものを
興味を持っていただくといいますか、歴史のある素晴らしさというものを感じていただけるような、いろいろな、演目がある歌舞伎です。また、それが、こういう時でも、もう1年以上は、毎日歌舞伎が上演される、で続けております。それだけ今の日本の方々にもいけないと、そういう責任を感じながら努めています。歌舞伎の歴史と、それからまた可能性というものを、探りながら、今、自分自身、歌舞伎の道を歩んでいます。そんな私です。幸四郎さん、どうもありがとうございます。私も母が歌舞伎が非常に好きで、毎月のように見に行っているので、よく歌舞伎の話を聞いています。はい、それではですね、鷲津由香さんの方、自己紹介お願いいたします。ちょっと今の挨拶の後に、ちょっと、すみません。メイクの鷲津由香です。普段は、雑誌だったり、広告だったりで、メイクのお仕事をさせていただいてるんですけど、ビューティーやファッションを中心に、ファッションショーだったり舞台とかもたまに、メイクを女優さんだったりモデルさん、俳優さんに、しています。そうですね。よくどうやってメイクさんになるんですかっていう質問をされるので、ちょっとその自分が通ってきた道をなんとなくお話ししようかなと、私は思います。中学の時から本当にメイクが大好きで、もう学校から帰ってくると、もう何時間でも雑誌を見ながら自分でメイクをして、遊んでいたんですけど、もう本当に出かける時もメイクボックスをカバン代わりに使ってるぐらいすごいメイクさんになることにすごい憧れてて。で、高校な進路、将来を決める時になった時に、どうしようかなって思った時に、スポーツをやってた経験を通して、大好きなことしか上達しないっていうことが、なんとなくニューヨークにその後、はい、一応大学に行くっていうので、メイクは少し保留に周りの意見もちょっと取り入れたので、ちょっと大学に行ったんですけど、どうしてもやっぱメイクを諦めきれずに、ちょっと途中でメイクの学校に行くことになって、で、その後、ロスでも、ちょっと特殊メイクが入ってるようなメイクの学校に行ったんですね。で、その後、東京に戻ってきて、日本に戻ってきて、ここからそのメイクのキャリアっていうものが始まったんですけど、アシスタントに2年ぐらい日本でついた後に、自分でも少しずつお仕事をさせていただくようになったんですけど、海外での生活が長かったからか、ちょっとその日本のカルチャーに馴染みきれないというか、結構喋り方、敬語だったりとか、その人とのその接し方とかがすごく難しくて、で、ある日、夢を見て、すごくリアルな夢だったんですけど、ニューヨークの街をすごい風を感じながら歩いて、すごい気持ちいい夢だったんですね。で、もう朝起きて、すごい涙がすごい出て、これで、やっぱりもう一回ニューヨークに私行こうって思って、で、その1年後にニューヨークにまた行って、それが27の時だったんですけど、で、そこからもう 100% メイクだけにまた専念するためのニューヨークっていうのに行ったんですね。で、そこでアーロン・ディ・メイっていう自分がアシスタントに、すごく素敵なメイクさんのアシスタントに、つくことができて、その他にも本当にもう向こうで本当にトップのメイクさんの現場に連れてっていただけたり、ショーとかで勉強させていただく機会があって、本当に世界のトップの仕事を見ることができて、で、自分の仕事もちょっとずつニューヨークでもするようになって、で、2010年
に東京にまた戻ってきて、で、自分の仕事をまたこう続けていく中で、2014年に、今の、他のヘアメイクさんだったり、カメラマンだったり、クリエイターの方が所属する、アーティストマネジメントオフィスのビューティーダイレクション、あと、化粧品関係の、クリエイティブディレクションとかをやっている、事務所を始めました。はい。ゆかさん、ありがとうございます。中学の頃からメイクに興味があって、それをこう貫いて、今それをお仕事にされてるっていうのが、すごく羨ましいと思います。私、すごいと思いました。はい。ではですね、ここからは、お二人にいろいろ伺っていきたいと思います。で、最初にですね、このプロジェクト、先ほども少し画像をお見せしましたが、化粧を始めることになったきっかけ、二人は本当にそれぞれ全く違う分野の方という印象がありますので、それをお二人が始めることになったきっかけや、このプロジェクトにかける思いといったようなものを、幸四郎さんとゆかさんそれぞれから順にお伺いできればと思います。はい。歌舞伎はその先ほどお話もしましたけど歴史があるもので、メイクというのもやはり独特な世界観だと思います。そもそも歌舞伎のメイクといいますかは歌舞伎自身がこう神事っていいますかね、こう神に捧げる、神を祀る、そういうものとして生まれた芸能が、いわゆる芸能演劇として変化していったんですけれども、そういう意味ではこう白っていうものも一つ大きな神に捧げる上では大事な色だと。また紅を刺すって言うんですけれども、口紅だったり目だったり、するんですけれども、それはそもそもこれはもちろん僕は歌舞伎俳優なんで歌舞伎学者じゃないんでやってる側のこう勉強の中でのことなんですけれども、いや顔の部分、穴の開いているところに紅を刺すことでこう、魔物が入らないというようなこういう言い伝えがあるらしく、それで、口に紅を刺す、目に紅を刺すっていうことが始まったと聞いたんですけれども、現在は、芸能として演劇としてまたショー的なものとして、存在しているので、メイクはこうやはり美しさであったり、舞台映えするといいますかね、そういうものとして進化してきたと思うんです。で、さらにこう歌舞伎のそのメイクの技術が、伝統芸能とか日本とかそういうことではなく、一つのメイクの表現方法としていろんな可能性はできないかというふうに、思っている中で、これどちらかっていうことでもないけれども、何か融合して新しいものが誕生できないかというのが、実際こう動き始めて、一つ化粧という作品ができたという感じですね。ありがとうございます。ゆかさんいかがでしょうか。またもし画像を出したいというタイミングがありましたら、声掛けいただければと思います。はい。そのメイクをしていて、私も5年、それこそ本当に5年ぐらい前に幸四郎さんと初めて歌舞伎表演っていう歌舞伎の舞台を氷上でやるアイススケートと歌舞伎を合わせたみたいな、なんかそこで初めてちょっとこうご一緒させていただいて、でそれをきっかけに母とも歌舞伎を何回か見には行っていたんですけど、なんかこうそれまでそんなにこうやっぱり身近な存在ではないというか、でもやっぱりメイクをしている上で本当に海外とかにいる時とかもやっぱ皆さん歌舞伎メイクアップって言ってすごく知ってるし、白塗りの芸者さん舞妓さんみたいなメイクとかもすごくこう
やっぱ世界中で皆さんこう知っていることだし、何度もやっぱそれをこう参考にリファレンスとして撮影っていうのはしてきていたので、すごくこうなんだろう、ファシネイテッド、なんて言えばいいんだ、すごく自分も大好きで、なんかこう憧れてるっていうか、すごくこう素敵だなって思うメイクだったっていうので、なんか今回この化粧のこのプロジェクトで、本当に、でもメイクをするときにすごく大事にしてることって、なんかそこの、なんかただこう載せてるような顔メイクで載せて、こう意味のない作品を作るっていうのが自分ではあまりこう好きじゃなくて、だからこのプロジェクトは本当にこうそこに塾に歌舞伎っていうのがあって、そこにその幸四郎さんっていう存在があって、で、この顔を作るっていうことが、すごくこう、なんだろう、もうそこにもうすごく意味があって、で、だからすごく安心して、こういうのどうだろうっていうこととかも作っていけたなってすごい思っています。ゆかさん、ありがとうございます。この化粧のきっかけなどについてお伺いしたんですけれども、次に、幸四郎さんとゆかさんが普段それぞれ、化粧、メイクにおいて大事にされていることっていうのがもしあれば、幸四郎さんの歌舞伎と、あとゆかさんの通常の、ファッションやこういろんなモデルさんのメイクで、それぞれ大事にしているところを教えてください。はい、歌舞伎は自分でメイクするんですね。いわゆるそのメイクさんがいらっしゃるわけではなく、自分自身でその役を演じるときにはメイクをするんですけれども、大事にしていることというか、メイクをしている時間っていうのは当然じっとして鏡に向かって側に、描いていくわけですけど、その時間はもちろん開演時間から逆算してですので、お化粧ができて、紛争ができたら舞台が始まると、そういうことになるわけで、楽屋に入って、メイクをする時間っていうのはすごく静寂な時間なんですね。その時間で、今から演じる役に入っていく、すごく大事な時間ではないかなというふうに思います。その技術的なね、どういうふうに書くということもありますけれども、やっぱりその静かな時間、自分自身も喋りながらメイクするわけではないですから、自分の顔を見つめて、だんだんその役になっていく大事な時間だなと。そういう時間にするためにも、こう、メイクしている時間とか、メイク始める時間とかっていうのは、基本的には決めて、そこから舞台に上がるために大事な時間だというふうに思ってメイクをしています。ありがとうございます。本番の前っていうのは、メイクにはどのぐらい時間をかけるものなのでしょうか。僕ですか。大体、いろんな役を演じるって一日のうちに演じることが、多いので、そういう意味でも、早く綺麗にできないといけないんで、大体役によりますけれども、5分ぐらいでできることもあれば、白塗りの場合だと大体20分ぐらい、女方も演じますのでね、そういう時にはもう一つ、繊細にいきますので、30分ぐらいですかね。なので、最初は1時間ぐらいかかったりして、それをなんとか30分、20分でできるようにという感じでいるので、もう書道と同じで、もう書いたら終わりって言いますかね、その油絵のように乗せていくんじゃなくて、もう顔に筆をつけたらもう一気に書き上げると言いますかね、そういう感じなんで、とても厚化粧といいますかね、ですけれども、皆さんが想像している以上に短い時間で、やるという感じですね。ありがとうございます。確かに早いもので5分っていうのはかなり私の想像よりも短い時間でした。ありがとうございます。
はい。では、次にゆかさんの方で、普段メイクをやるにあたって大事にしていることを教えていただけますでしょうか。そうですね。私は一番先ほども少し申したみたいに、その人、なんかメイクによってその人を変えてしまわないこと、なんかそれがお面みたいについてしまわないことっていうのをすごく大事にしていて、なんかその人がちゃんとそして美しく見えることっていうのをなんか大事にしているんですけど、それプラス、なんか、なんだろう、その実際にメイクが見えることっていうのはあんまりこう大事に思ってなくて、それよりも、なんかその選ぶ色味だったりとか、ちょっとその、なんだろう、眉毛のその強弱だったりとか、そういう部分を通して、なんかその人の、なんかこう、どちらかというと雰囲気、なんか空気感みたいなのをこう表現できたらいいなっていうのを、すごくこう大事にしていて、それがその、なんだろう、状況に応じて、例えばその、どこで撮影してるのかとか、どこにいるのかとか、その、外なのか中なのかとか、どういう光なのかとか、なんかそういうものによって、ただナチュラルメイクをするっていうわけじゃなく、すごくそこでドラマチックなメイクだとしても、なんかそこの状況の中で、こうちゃんと調和が取れてるっていうこともすごく大事にしています。で、それはなんかこう、肌の質感がちょっとこう濡れてる感じに見えたりとか、すごくこう、マットなのか乾いてる感じなのかとか、その唇のその濡れた感じで少しそういう色っぽさを表現するのかとか、眉毛のすごい強さでその人の凛々しさを表現するのかとか、なんかその光と湿度みたいな、そういうので、もうその人のこう空気を作るっていうこととかをすごく大事にしてます。メイクの前に対象の方をもうしっかり観察して、いろいろ考えられた上でなさってるってことですね。考える時もあれば、やりながら、こう、やっぱりひらめく。やりながら感じるものもあるので、とりあえずこう、筆を置くっていう時もあります。ありがとうございます。先ほどですね、ゆかさんの方から、お二人がこの一緒になったきっかけというのは、5年前の表演で、ご一緒したことがきっかけだったとおっしゃってましたけれども、そうした中で、実際にこう、5年前に知り合った後に、一緒にこういう写真展をやろうっていうのは、どういった経緯で、決まったのかとか、あとはその実際のこの化粧について、少しご説明など、画像を見せながらいただけたらと思います。はい。じゃあ、画像を一つ順に見ていただいてよろしいでしょうか。先ほど歌舞伎は比較的短い時間ですると言っていますけど、この化粧の作品っていうのはおそらく平均一つ2時間結構かかってますね。かかってます。そういう意味ではこう、もちろん何かコンセプトっていうのがあったり、色味のテーマっていうのがあったりはもちろんして始めるわけですけれども、でもそこでどういうふうに感じるか、どういうふうに、筆が動くかっていう、それもやる側も、なんていうかこう、どうなのかわからないっていう、そういう感じなんですね。でも、一つのこれで完成したということで、作品を作ったんですけど、これは白塗りに黒で線を引いたというものですけれども、いわゆる歌舞伎のメイクには色が非常に豊富なメイクですけれども、それをあえて色をなしにすること、また、この線のところは歌舞伎でいう熊取りからヒントを得てる形なんですけれども、それを中を、塗らないと言いますか、それを線で
メイクにするとどうなるかっていうものを作ったという感じでよろしいですかね。そうですね。あとは、もう本当にそれよりも先になると、なんか線でメイクしたいっていう、ただ単純にそこから、じゃあ、なんか、本当にあまり打ち合わせする時間もないことも多くて、なんか幸四郎さんと朝、じゃあ、撮影するときに、メイクをするときに、線のメイクをって言って、なんか、とりあえず始めるっていうことだったりとか、これは、で、もう一つ、次のコラージュになっているのがあると思うんですけど、これこれがその線の全体的に、それを部分的に取ったということ。なんかこれは切手にも実はちょっと期間限定になったんですけどね。はい。すごい。はい。そう。これはそうですね、最初から結構こう、その時のフォトグラファーだったり、アートディレクターの方とかの間とかもあって、なんか最終的にこういうコラージュにするっていう。はい。で、これはもう少しコンセプチュアル。はい。はい。実際、これもう一つの赤いだけの方の。わあ、すごい。はい。すごい。これは、はじめに幸四郎さんが、赤塗りをしたいっていうところから、始まったんですけど、実際、赤塗りっていうのはないんですよね。で、もう赤塗りのメイクをしたいっていうところから、なんかじゃあどういうふうに、ただ全部赤に塗るのもっていうので、こう色味を、反転、こうグラデーションの反転になってるんですね。こう上から下に。ちょっと自分でも今説明が難しいような感じになってるんですけど、でもこの時もなんか目元とかはあんまりメイクをしてないのは、なんかここに幸四郎さんっていう存在はすごく残したいなっていうその生っぽさ、そこで素肌が残っている感じにしたいなってすごい思ったんですね。で、これが赤だけこういう風に並ぶよりも、この時展示スペースがとても広かったので、だったらさっきのもう一枚の全部並んでるのを出していただいてもいいですか？一つ前ですかね。はい。一つ前。はい、これです。で、赤、黒、白って歌舞伎では結構こうあれですか、ベーシックに使う色なんですかね。いや、肌の色に、いや黒だったり赤だったりはないですけども。そうなんかまあ、こういうシリーズで、これはどちらなんかコンセプチュアルな感じでビジュアル的にこう作っていったもので、私はすごくこの真ん中の黒いのはよりのがないんですけど、写真が幸四郎さんがこのデザインを目に自分で描いたんですけど、この時にすごく驚いたんですね。なんかこのメイクって歌舞伎いいんだっていうのがすごく驚いて、で、その時に幸四郎さんがその定義はないって言ったんですよね。そうですね。いわゆる定義がないというか、黒っていうのは歌舞伎の中だと、何も見えないものというふうに、言われてまして、いわゆる黒碁っていうものがあったりはしますけれども、舞台、客席から見えないものとして存在するっていうので、黒、それでなくても黒は闇であったり、見えないものであったりして、存在が消える色じゃないかと思うんです。ただ、その存在が消える色を全体に塗ってどう存在感が見えるかっていう、ちょっとそういうところに興味を持ってできたものかなっていうふうには思いますね。
はい。なんかこれ拝見していると、ごめんなさいどうぞどうぞ。歌舞伎はその定義は正直ないんです。定義。いわゆるその歌舞伎を始めたのは出雲の国という女性なんですね。で、現在は男性だけでやってるんですね。なので、男だけでやるものでしょ。女役も、なんでも。今そうですけど、最初に始めたのは女性ですので、もうその時その時の時代によって、もう、すごい嗅覚が歌舞伎にあると思うので、それによってもう180度方向転換をして歌舞伎は存在してきたなっていう。で、あるならば、メイクというものに一つクローズアップしても、いろんな可能性が出てくるんではないか。まあ、新しい歌舞伎をメイクを作るというよりかは、新しいメイクを作るというのは、この化粧を作ってきたコンセプトであったので、そこに歌舞伎のいろんな技術、というものが、進化したものとして作れればということで、こういうものを作りました。で、まあ、一応3つのジャンルみたいなことになっていますけれども、はい。今のこの線だったり、こういう赤、黒、白っていうものであったり、これをコンセプチャーと出しますと、次の、キャラクター、こう何かを演じるといいますかね、そういうものをテーマとして作ったのが、この作品ですよね。はい。この、今映っているのは、色枠っていう、役が歌舞伎の中にはあるんですよね。はい、はい。悪人ですけれども、そういう危ないと言いますかね、そういう部分にすごく怪しさを感じる、艶っぽさを感じるっていう、そういう役柄があったりするんですけど。なんかそういう役のある舞台を見に行ったときに、実際こういうメイクではなかったんですけど、なんかそれを見たときにすごくこういう、このメイクが、この顔がすごく自分の中でイメージしてて、なんかいつかこのメイクしたいなって思ったんです。で、それが実現して、こう、できた作品が、これです。ゆかさん、いろんなパターンのを今見せていただいてるんですけれなんかども、すいません。これ、いろいろなはい。パターンを今見せていただいてるんですけれども、これはもう事前にこれをやろうっはい。て決めた上で、実際にメイクをされたのか、それともお顔にメイクをしてる間に、先ほどおっしゃってたような、やってるうちにひらめいて、変えたりっていうのもあるんですか？これは数少なく本当にもうこのメイクがしたいってすごく強く私が思ってメイクさせていただいたちょっと悪いんだけど妖艶ででもちょっと力強さもあってっていうなんかそういう印象がすごくあって。もう一枚写真見せていただいていいですか。はい。これも、目に紅を刺すとかっていうことも歌舞伎のことがありますけれども、そこからゆかさんと私のメイクが混ざるとこういう作品になるっていう。これ本当に第一弾ですよね。この役をへ始めて。はい。なんかまだ冒険とかあんまり初めてだったので、なんか古典的なその女型の化粧メイクを、した上で、なんだろう、ぼかしてったりとか、艶っぽさだったりとか、
今回の作品ってどれもいわゆるその舞台で使う白塗りはやっていなくて、でその白塗りをするとこの肌の透明感みたいのが出せないことを発見したので、こういう肌の透明感だったりとかもまたちょっと古典とは違うんですよね。そうですね。で、まあいろいろちょっといくつか見ていただきたいので、もう一つ、まあ架空というふうにタイトルがついてるんですけど、ジャンルとしては。私が勝手につけちゃった。その作品をパラパラと見せていただければと思います。はい。これはもう金ですね。先ほど赤とか黒とかありますが、金だったりして。金で逆にそこに黒を乗せるという、そういうメイクですね。これも自分自身どういうふうになるのかっていうの比較的不安だったり、自分は何をしてるんだろうっていうのをして、一瞬ちょっと疲れてくると、そういう自分も出てきちゃったりしてましたけど、でもなんかその時のなんかいろんな混ざった感情が一つ閉じられたという感じだと思います。この時は本当にもう金塗りをしようっていうところから、それだけを決めて、本当にとりあえず金を塗ってみて、で、幸四郎さんがこのちょっと横顔なのでわからないんですけど、この黒でこの熊取りを描いて、で、あれですよね、題名はよくま。よくま。よく。タイトルをつけてるのとつけてなるのもあったりするんですけど、これも出来上がって時間が経ってから、まあ頭に浮かぶ文字を作品の名前にしたという感じですね。次の作品。わあ、すごい。これは、ほぼ歌舞伎の熊取り、紅を使った筋熊という熊取りなんですけれども、それをまともに書いて、そこから手を加えていったという作り方でしたよね。これが唯一、白塗りの、水溶き、瓶付けっていう、下地ですよね。下地のクリームというか。蜜ろうでできてるんです。ろうが混ざってる。それは、比較的厚く化粧が伸び、また、舞台ですのでね、汗かいたりしますので、化粧崩れがしにくいものとして昔から使われている。下地の油ですね、ろうを混ざった。でも蜜ろうと、その水溶きの白、その白塗りに使う、水溶きの白と、あとこの上に油をその粉っぽい上からつけることによって、なんか通常の、普段私たちが使ってるメイクだと、油と汗でどんどん崩れていく一方なんですけど、なんかその歌舞伎で使ってるその瓶付けと白塗りはもうどんどん油と汗で馴染んでって綺麗になっていくっていうのがすごくこう驚きました。そうなんです。次の写真もぜひ。わいろんな世界観っていう感じで、いろいろな、方向の枝がたくさん出たっていう感じですけれども。はい。そう、この時は、こういう中性的な人物っていうのがテーマにあって、これは、ある媒体で撮らせていただいたものだったので、ちょっとこうテーマが決まって作品を作ったんですけど、中性的な役っていうのは歌舞伎にはないって言ってましたよね。そうですね。人物を演じるとかね、そういうちょっとこう優しい男、男っぽい女性っていうのはありますよ。なので、それをイメージして作った作品で、そうなんです。
なんで、このか同じ時方、に、やっぱり、ごめんなさい。同じ方なのにもう本当に別人かって思うぐらいに、例えばこの写真と先ほどのこの赤のと黒のでっていうともう本当に同じ方とは思えないですね。なんかそれに驚きます。なんかまあ、これを、まあ、するにあたって、まあ、その歌舞伎のメイク、まあ、自分で、メイクをしますので、まあ、歌舞伎のメイクの技術を持った私と、優香さんとで、作品を作るにあたって、まあ、誰をモデルにするかっていうのは、まあ、最初いろいろ皆さんにね、相談してたんですけど、最終的に、まあ、様々な、まあ、歌舞伎俳優は、男も女も、子供も、おじさんも、女も、お化けも、妖怪も、動物も、いろんな役をやりますので、まあ、いろんなメイクをされ慣れてるモデルっていうのは、もう、歌舞伎役者だろう、歌舞伎俳優だろう。ということで、まあ、たまたまというか、まあ、僕がモデルになったわけですけど、まあ、なんていうんですか、メイクをする側としては、やっぱり顔全体に、焦点というか、それぐらいの多少、顔全体が見える俯瞰で、作っていく意識があるし、またされる側っていうのは、正直、される側の気持ち、メイクを、キャンバスとなる自分としては、どうなっていくんだろうっていう不安はありますけど、逆にもう、任せると言いますかね、キャンバスとして存在するっていうことで、出来上がったものをどう自分で消化できるかっていう、やっぱりメイクをしてる時の気持ちと、また、そのメイクをされてカメラの前に立つ時の自分とっていうのは、まあ、これは意識して切り替えてという感じで取り組みました。でもどういうふうに2人でやってるかってあんまり説明してなかったかもしれないです、どういうふうにどういうふうに。なんかこの作品だけを見ると、例えばですけど、最初にカメラの前に立った時に、見た写真が、ちょっとなんか歌舞伎的な要素が、もう少し歌舞伎っぽい感じにならないかなっていう意見があって、で、この時に幸四郎さんが、目の下にこの赤いラインと、あと眉毛を、少し変えてくれたんですね。で、それだけでもう本当にぐっと歌舞伎になったというか、本当にちょっとしたところ、そういうところだったりとか、あとはすごく思ったのが、小四郎さんのメイクって、すごく離れたところに鏡を置いてやるので、なんかすごく真逆というか、すごくマクロで、私は結構ミクロというか、なんか真逆のところをメイクしてるから、なんか普段誰かと一緒にメイクするとかってあんまり考えられないんですけど、なんかそれだから成立できたものがあるのかなっていうふうに私は感じました。ちょっとメイクしてる時の写真があるので、ちょっとパパッと見ていただいて。2人でいっぺんにするってことはないんですけど、一つのキャンバスを多分交互にやっていくという感じで、作ったという感じですね。だから一番歌舞伎らしくポイントみたいな、そういうところは幸四郎さんがやって、で、そこをなんか、それをもとに、なんか、いろいろ。これは、今日、こういう形で、こちらから、リモートでやらせていただきますけども、この線を含めたいろんな作品が、この場所で作ったんです。そうなんです。はい。
っていうような感じです。はい。なんか普段はこう、幸四郎さんはご自分でメイクをされるっておっしゃってましたけれども、今回は、一部ご本人でやられたほかは、ほぼゆかさんがメイクされたと思うんですけれども、こう、メイクされる側になるっていうのは、どういう心境でしたでしょうか？そうですか、もう、好きにしてくださいって感じですね。逆にそこに、される、される側の気持ちが入ってしまうと、また違うものになっていくかなと思ったので、まずはそのメイク、2人のメイクがどう作るかっていうことにもうお任せするっていう感じでしたけど、でも本当に一つ一つは2時間以上かかったんで、メイクしてる割合は同じですよね、結構ね。なんか、そこ。でもなんか、手探りで作っていくことの方が多かったので、なんか、毎回不安が多い。不安の中に進んでってたどり着くっていう感じじゃなかったですか？そうですね、メイク道具もいわゆる使ったことのあるものをすべて持ってきて、そこからこういろんなものを選んで、また得意な作ってっていう感じでやってました。はい。ありがとうございます。ですね、見てる方からも実は質問もいろいろいただいているので、この後の質疑応答でお答えしようかと思うんですけれども、一旦こちらでこの化粧のプロジェクトに関していろいろご説明いただいたんですけれども、今後この化粧をこうどうやっていくとかみたいなお二人の中でのネクストステップみたいなのがもしあれば教えていただきたいです。そうですね、メイクというものに、焦点を当ててやってきて、この作品を作ってこれたので、まだまだ可能性といいますかね、いうのはあるんじゃないか。ただそこには美しさっていうものは一つキーワードにはあるのかな。その上でいろんな可能性、っていうものを作り出せればいいなっていうふうに思います。まだまだいろんなものが誕生していますので、今の時代。それをしっかりアンテナを張って、それをこの作品に消化できるような、もう本当に感性をどれだけ磨いて、そしてそのキャンバスに今まで誕生したことのない表現方法ができればということは思います。ありがとうございます。ゆかさんはいかがでしょうか？なんかもう少し私具体的なあれになっちゃいますけど、なんかできれば、なんか東京でも展示をしましたし、なんか他の国とかでも展示をしていったりとか、できたらいいなっていう、なんかなんだろう、もっとインターナショナルにだったりとか、若い人とか、なんか今回そのフィルター、AR フィルターっていうのを東京の展示の時に作ったんですけど、なんかそういったものを取り入れたりとか、あとはなんかこれからメタバースだったりとか、そういう仮想空間っていうのとかも結構可能、どういうことができるかわかんないから、その中とか、なんかいろいろそう、世界の人とか、またにアピールできたらいいなっていう、日本の文化だったり歌舞伎もそうですけど、私は、なんか見てもらえたらいいなと思います。ありがとうございます。コメントがいくつか来てまして、すごく歌舞伎が好きで普段見ているとか、すごくお二人の話が面白かったっていうコメントいっぱいいただいてるんですけれども、一つ、ご質問を取り上げて、こちらで表示したいと思います。はい、はい、金杉理恵さん、Google の社員の方ですね。歌舞伎のお化粧は熱く
はっきりしたデザインにもかかわらず、そのキャラクターらしく表情豊かに見えるのが面白いと思います。役者さんは化粧をのせたお顔を表情として動かす際に何か意識されていることはあるのでしょうか？はい、そうですね。やっぱり歌舞伎、舞台でお芝居ですので、誰か演じる、喋る、いろんな感情になるということでもあるので、そのメイクをしてる時の顔っていうのは、役の顔じゃないんですよね。で、役を演じる時の顔にしてお化粧しなさいということは教わったことがあるので、そういう意味では、比較的真正面にお客様に正対して立つっていう時間ってそんなにないんですよね。誰かと会話するので、横寝てたり、斜めだったり。で、そこから見て、綺麗に見えるかといいますかね。そういうことを意識して。そういう意味では、なるべく、もう、眉毛のここだけを見て描くっていうのやって、顔全体を見て描いていくっていうことを意識してますかね。かといって、あまり顔をお芝居するときに、顔をあんまり動かしてはいけないというか、それほど顔を使ってっていうことは、全然ではないんですけれども、いろんな感情、先ほどちょっと美しさっていう言葉を出しましたけども、いわゆるその怒ってる時でも、泣いてる時でも、倒された時でも、どこを切り取られても綺麗でないといけない、そういう舞台なんですね、歌舞伎はね。なので、それが、を考えてのメイクという感じですかね。はい。ありがとうございます。それではもう一つ、ご質問を紹介したいと思います。今から表示します。はい。同じく金杉さんからなんですけれども、鷲津さんは表情として動かす前提でメイクのデザインをされる工夫などはあるのでしょうか？とても興味深いですということです。多分先ほどのご質問とちょっと関連してゆかさんへの質問かと思うんですけれども。あまりないです。ね。表情、ないです。なんか表情というよりも、その人自体が、もうどういう人なのかっていうのを考えて、もうやっぱ真顔の状態から作ってますね。なんか、その人がこけてる人なのかとか、なんか角張ってる人なのかとか、もう少し丸みを帯びてる感じなのかとか、なんか、そうですね。あまりその表情というところでは、考えてないんですね。よっぽどもう写真とかの場合は決まってる場合は、なんかすごく笑ってる写真になるっていうのが分かってれば、あんまり大きく唇を強調するような風にはしないとか、なんか何かの前提であったら考えて作りますけど、通常は作らないですね。表情を意識しては。ありがとうございます。確かにファッションモデルの方のイメージって本当に動きというよりはもうスッと立ってるようなイメージですもんね。はい、他にもですね、いくつか実はコメントたくさんいただいているんですけれども、時間の関係上あと一つだけご紹介させてください。はい、佐々木恵里さんという方からです。いつも舞台を拝見しております。今日はありがとうございます。お二人ともとても敏感に新しいアイデアを取り入れられていると思いますが、アイデアの源は何でしょうか？どういったものを参考にされていますか？ということで、もしよろしければ一言ずつお二人いただけます。で、これは今までないものを作って出来上がってはいますけど、ただ新しいものって何だろうとか、やったことないことって何だろうって探すともう難しいと思うんですよね。
前に一回どっかでやってたんだってことになってしまうと、もう、やる意味なくなってしまうので、そうであれば、こう、なんだろうな、こう、まあ、ネットを使うということであったり、そういうところに、こう、何か自分がやりたいことが存在、できないかなっていうふうに思ったり、そうですね。それで自分が、あんまり何かを探すっていうのはないですね。まあ、ミーハーに今のものにどれだけ興味を持っているかっていう、まあ、極めて日常を生きるっていうことが大事かなと思います。ありがとうございます。ゆかさんいかがでしょうか。今回の作品とか、なんか思いつきが一番多くて、これやりたいとか、これやってみたいっていうところから、それがどっから来てるのかって、もしかしたら、なんか、その時、それこそインターネットで見たものかもしれないし、何かちょっとなんかこう、日常の中で見たものっていうのももちろんそうですし、あとそのアイデアの元って、多分もう本当にこう、自分が今までこう見てきたもの、感動してきたものだったりとか、旅に行った時とかに感じたこととか、なんかこう自分がもう引き出しとしてすごいいろんなものがもうあると思うので、なんかその瞬間に、その、自分がいかになんか引き出しがこう増やせるかというか、なんかいろんなものをとにかく見るようにしてます。はい。ありがとうございました。それではですね、本当にお二人大変お忙しい中、トークスアットグーグルにお越しくださいまして、ありがとうございました。今後のお二人のますますの活躍を期待しております。また、このセッションに関しましては、後日、英語字幕をつけた状態で公開されます。それでは、松本幸四郎さん、鷲津由香さん、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。